皆さんこんにちは、アンリです。今日はクロードオーパスユーザーとクロードコードで毎日コードを書いているすべての開発者の方に絶対に知っておいてほしい超重要ニュースを一次ソースまで遡って完全解説していきます。結論からお伝えします。アンソロピックがクロードオーパスを2.5倍速くするファーストモードを2026年5月13日に正式リリースしました。ただし価格は6倍です。同じモデル、同じ品質、ただし速度2.5倍、価格6倍。この不思議なメニューがクロードプロ、マックス、チーム、エンタープライズ、コンソール、API、そしてクロードコード、カーソル、GitHub コーパイロットプロプラス、バーセル、フィグマ、ウィンドサーフに一斉に開放されました。この発表を字面だけ見ると早くなって嬉しい、でも高いで終わってしまうのですが、実は中身を一次ソースまで読み込むと開発者の働き方と AI への課金構造を根本から問い直す実験レベルの製品設計になっています。具体的には2.5倍速はある条件下でしか実現しないこと、6倍価格は秒あたりコスト効率では2.4倍悪化を意味すること、そして AWS、Google、Azure 経由では使えないというエンタープライズ採用の地雷が同時に存在することです。今日はこの一連の動きをファーストモードとは何か正確に整理、2.5倍速の罠と6倍価格の経済学、対応プラン、対応サービス、非対応サービスを正確に把握、日本の開発者が今すぐ取るべき3アクションの4本柱で深掘りしていきます。クロードオーパス、クロードコード、あるいはカーソルや GitHub コーパイロットを使っている方は最後まで聞いていただくと、明日から自分のワークフローでファーストモードを使うべきかどうか、その判断軸が明確になるはずです。それではパート1、ファーストモードとは何かを正確に整理します。アンソロピック公式ドキュメントによると、ファーストモードとはクロードオーパスと全く同じモデルをより高速な推論設定で実行するベータ機能です。ここを最初に押さえてください。新しいモデルではありません。クロードオーパス4.6、クロードオーパス4.7という既存モデルのモデル重み、品質、能力は通常モードと完全に同一です。つまりファーストモードでも回答の賢さは1ミリも変わりません。違うのはサーバー側の推論パラメーター、つまりスピード優先のセッティングで動かしてくれる、それだけです。それで何がどう速くなるのか、アンソロピックが公式に主張している数字は出力トークン1秒あたりの生成速度、英語の略語では OTPS、つまりアウトプットトークンズパーセカンドが最大に1.5倍になるという一点です。ここで非常に重要な留保があります。 TTFT Time to First Token、 つまりリクエストを投げてから最初の1文字が返ってくるまでの時間は変わらないと公式に明記されています。これがファーストモードの最大の罠です。短い質問を投げて短い答えが返ってくるような対話、例えばクロードコードで関数名をリネームしてもらう程度のお願いでは初動応答時間は通常モードと同じで出力もすぐ終わるので体感はほとんど変わりません。ファーストモードの進化が出るのは長い出力を吐き続けてもらうタスク、例えばリファクタリングで数百行のコードを書き出してもらう、設計ドキュメントを長文で執筆させる、そういった出力トークンが大量に積み上がるユースケースに限られます。技術的な使い方も簡単に整理しておきます。アンソロピック API を直接叩く場合は、リクエストヘッダーにアンソロピック -beta コロンファーストモード -2026-02-01 をつけて、リクエストボディのスピードフィールドにファーストと指定するだけです。レスポンス側にはユーセージ .speed というフィールドが返り、実際にファーストで処理されたのかスタンダードに落ちたのかが確認できる仕組みです。さらにアンソロピック -fast-input-tokens などの専用ヘッダーでファーストモード専用のレート残量も別枠で可視化されます。ここまでがパート1、ファーストモードの正体です。
一言でまとめると、同じクロードオーパスをより速い推論設定で動かすベータ機能、ただし速くなるのは出力途中だけで初動応答時間は変わらないということです。ではパート2、 2.5 倍速の罠と6倍価格の経済学を深掘りします。価格表を冷静に見てみましょう。通常のクロードオーパス 4.6 は入力トークンが100万トークンあたり5ドル、出力トークンが100万トークンあたりに15ドルです。ファーストモードになると入力が30ドル、出力が150ドル、両方ぴったり6倍に跳ね上がります。ここでお願いしたいのは、2.5 倍速6倍価格という2つの数字を単純比較しないでほしいということです。仮に同じタスクをファーストモードで 2.5 倍速終わらせたとしても、料金は6倍払うわけですから、秒あたりコスト、つまり1秒の CPU 時間にいくら払っているかという指標で見ると、6を 2.5 で割って 2.4 倍悪化していることになります。これがビルドファースト with AI のレビュー記事で指摘されているファーストモードはほぼあらゆる他社モデルよりトークンあたり最も高いモデルになったという評価の根拠です。しかもファーストモードの価格は他の料金、就職費と累積で乗ります。プロンプトキャッシュの割引率もデータレジデンシーの追加料金もすべてファーストモードの単価をベースに掛け算されます。6倍の上にさらに数字が乗る設計です。じゃあ誰も使わないじゃないかと思われるかもしれません。ところがアンソロピック入ってんだけ明確に元が取れる損益分岐ロジックを提示しています。それは開発者の時間価値で計算するというロジックです。具体例を出します。ビルドファースト with AI の計測では25回の対話往復を伴うリファクタリング作業でファーストモードを使うと15から20分節約できるという結果が出ました。仮にあなたの時給を200ドルと置いてみてください。15分の節約はおよそ50ドル、20分なら66ドルの人件費削減です。一方、25往復で増える API コスト差分は数ドルから十数ドルの範囲です。この場合、お金を払って時間を買うという構造が成立します。逆に言うと、時給換算が低い学生のサイドプロジェクト、趣味のコード書き、または人を待たせていない単発タスクではファーストモードを使う合理性はほぼゼロです。早く帰ってきても得しない使い方をしている人にとってはファーストモードはただ高いだけのオプションになります。ここにもう一つソネット 4.6 との比較ロジックを加えてください。クロードソネット 4.6 は入力3ドル、出力15ドル、オーパスの半分以下の価格、しかも速度は元から速いというモデルです。記事内でも指摘されていますが、ソネット 4.6 で十分なケースは最初からソネット 4.6 を使うべきです。オーパスを呼んでその上にファーストモードの倍率を6倍乗せて、それでソネットより遅いなんてケースは絶対に作ってはいけません。ここまでがパート2、経済学の話です。ファーストモードはお金で時間を買う製品であり、開発者の時間単価が高くて長い出力を待っている時間が累積するワークフローでなければコストが見合いません。逆にハマる人にはハマるという典型的なプレミアム製品です。ではパート3、対応プラン、対応サービス、非対応サービスを正確に把握しましょう。ここを間違えると契約してからあれ使えないとなりかねないので丁寧に整理します。対応プランはクロードプロ、クロードマックス、クロードチーム、クロードエンタープライズです。さらにクロードコンソールユーザー、アンソロピック API を直接叩いている重量課金ユーザーも対象です。対応する外部サービスはまずクロードコードの V2.1.36 移行です。クロードコード内でスラッシュファーストと打つだけでその対話だけファーストモードに切り替わるという素晴らしい UI がすでに組み込まれています。さらに
GitHub Copilot Pro プラス GitHub Copilot Enterprise カーソルバーセル AI ゲートウェイ Figma Windsurf がファーストモード対応を正式表明しています。コーディング系 ID への一斉対応というのが今回の発表の大きな特徴です。逆に非対応サービスが非常に重要です。 AWS ベドロック、Google バーテックス AI、マイクロソフト Azure Foundry などいわゆるサードパーティーのクラウド経由のクロードはすべてファーストモード非対応です。さらにバッチ API とプライオリティティアも非対応です。これはエンタープライズ採用の壁になります。多くの大企業は自社のクラウド契約、例えば AWS ベドロック経由でしかアンソロピックモデルを使えないというガバナンス規制を敷いています。そういう企業はいくら開発者がファーストモードを使いたくても当面はアンソロピック API 直接契約を別途引っ張ってこないと利用できません。これはアンソロピックが意識的に取った選択で、巨大ハイパースケーラー経由ではなく自社直接契約の ARPU、つまりユーザーあたり売上を引き上げる戦略と読み取れます。もう一点勘どころとして押さえてほしいのが、プロンプトキャッシュが壊れる落とし穴です。ファーストモードと標準モードを頻繁に切り替えるような実装、例えば最初のスキャンは安いスタンダードで本番出力だけファーストに切り替えという設計を組むと、その切り替えのたびにプロンプトキャッシュが無効化されます。プロンプトキャッシュの割引率は実運用では非常に効きますから、これを壊してしまうとファーストモードの追加コストどころでない損失が出ます。使うなら最初からファスト、戻すなら全て戻す、これくらいバッサリ運用しないと見えないコスト漏れが発生します。それからもう一つ、ゼロデータリテンション、略して ZDR 契約をしている企業の場合、ファーストモード経由のデータも API 応答後に保存されません。ここは安心して使えるポイントです。ここまでがパート3対応マップです。プロマックスチームエンタープライズコンソール API 直契約プラスクロードコード V に.1.36カーソルコパイロトプロプラスバーセルフィグマウィンドサーフで使える AWS Google Azure 経由バッチプライオリティティアでは使えないこの2行を覚えてください。それからこの製品には批判視点も3つあります。1つ目、パートークンで最も高いモデルになったという事実。トークンあたり単価で比較すると、ファーストモードのオーパスは現時点で広く提供されている主要モデルの中で最も高い部類に入ります。2つ目、 TTFT が変わらないため Twitter に上がっているデモの初動レスポンスは通常モードと同じです。ハイプの 2.5 倍速表現とユーザーの実体感のズレが指摘されています。3つ目、 AWS Google Azure 非対応はエンタープライズ採用、つまり大企業導入の壁、クラウドガバナンス上の理由で自社クラウド経由必須のチームは当面利用できません。少し時系列も整理しておきます。ファーストモードは突然5月13日に出てきたものではありません。最初の発表は2026年2月の上旬、ウィンバザーの記事によれば2026年2月8日前後で、当時はクロードオーパス 4.6 向けのベータとして公開されました。アンソロピックは2026年2月7日から2月16日までの期間限定で50% 割引、つまり通常の6倍ではなく実質3倍価格で試せるプロモを実施しています。そして2026年5月13日、アンソロピック公式がクロードパス 4.6 とクロードパス 4.7 の両対応で、クロードプロ、クロードマックス、クロードチーム、クロードエンタープライズ、クロードコンソールへの正式提供を開始しました。日本では PC ウォッチ、インプレスの宇都宮充記者の報道が2026年5月14日付で詳しく報じています。さらに2026年5月14日、アンソロピック API ドキュメントの注釈によると、
クロードオーパス 4.7 がデフォルトのファーストモードモデル、つまりスピードにファーストを指定した時に自動で 4.7 が選ばれる挙動になっています。つまりファーストモードは2月のベータ発表、2月の 50% 割引プロモ、5月13日の正式提供、5月14日のオーパス 4.7 デフォルト化という4段階で展開された製品です。今ニュースとして報じられているのはこの5月13日と5月14日の正式化と 4.7 デフォルト化のフェーズなんです。ではパート4、日本の開発者向けの3アクションを提案します。アクション1、クロードコードでスラッシュファーストコマンドを試してみてください。バージョン1に .1.3.16 以降が必要です。手元のクロードコードでバージョン確認をして、もし古ければ更新してください。試し方はいつも通りクロードコードを起動し、コマンド欄でスラッシュファーストと打つだけです。その対話だけファーストに切り替わります。20回ぐらいの対話往復が予定されているリファクタリング作業で一度試してみると体感差が正直にわかります。アクション2、自分の時給と想定節約時間で月の賞味コストをシミュレーションしてください。例えば月に200時間クロードコードを使う開発者の方がファーストモードで1時間あたり5分節約できるとすると1ヶ月で1000分、つまり約17時間の節約です。時給5000円なら約8万5000円の人件費圧縮になります。一方ファーストモードに置き換えた分の API 追加コスト差分が例えば月3万円増えるとしたらネット5万5千円の黒字です。逆に月に20時間しか使っていない方が同じ条件で計算すると節約効果は8500円、コスト差は3000円、5500円の黒字。これだとファーストモードを契約する手間に見合わないという結論になり得ます。あくまで例ですが自分の数字で必ず計算してみてください。アクション3、クロードソネット 4.6 との1日トライアル比較を強くお勧めします。お手元のクロードコードで月曜日はオーパスファーストモード、火曜日はソネット 4.6 という風に1日交代で動かしてみて、コード生成速度、提案品質、コスト合計を実測比較してください。ソネット 4.6 は入力3ドル、出力15ドルでオーパスの半分以下、しかも標準モードですでに速いというハイブリッドモデルです。あなたのワークロードがソネット 4.6 で性能的に十分なら最初からソネットを使うべきです。ファーストモードの進化はオーパスの賢さがどうしても必要で、しかも長い出力を待ちたくないという極めて条件付きのユースケースに限られます。ここまでがパート4、日本の開発者向け3アクションです。スラッシュファーストを試す、時給シミュレーション、ソネットとの実測比較、この3つです。最後にもう一度全体を圧縮してまとめます。ファーストモードはクロードオーパスを 2.5 倍速区するベータで、クロードオーパス 4.6 とクロードオーパス 4.7 に対応。価格は通常の6倍。ただし TTFT は変わらず長い出力で初めて 2.5 倍の恩恵が出ます。秒あたりコスト効率では 2.4 倍悪化するため、ソネット 4.6 で十分なら最初からソネットを使うべき。一方開発者の時給が高く25往復で15から20分節約できるようなワークフローではお金で時間を買う合理性があります。 AWS、Google、Azure 経由、バッチ API、プライオリティティアでは使えない点に注意。プロンプトキャッシュ破壊のリスクがあるので速度と通常を頻繁に切り替える設計は避けてください。アンソロピックの戦略を一行でまとめると、ハイパースケーラー経由ではなく自社直契約の ARP を引き上げるメーター製プレミアムへの本格参入です。お金を払えば早くなるというメニューを明確に分離して値段をつけるというのは AI モデル市場では珍しい試みで、これが定着するかどうかは今後の四半期で開発者がファーストモードに払い続けるかが鍵を握ります。この動画が皆さんがファーストモードを契約する、しない
を判断する一次ソースに即した冷静な材料になっていれば嬉しいです。 AI の最新動向をハイプ抜きで一次ソースまで一緒に読み込んでいくこのチャンネル、ぜひチャンネル登録と通知ベルでフォローしてください。それではまた次の動画で。